おはようございます。たかしです。本日は10月15日火曜日、ただいま10時14分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在ポンド円はずっとこの黄色丸の中で揉み合っておりますので、ここを明確に上抜けてこれるかどうかというところに注目ですね。ストキャスティクスは高値圏にあります。マクディも方向感がなくなってきているので、ここからダラダラと下落していく可能性もありますし、現在この辺りが意識されてますね。ですのでこの辺を上抜けてくるともう一段上、この辺り198円付近を目指して上昇する可能性が出てきますが、ストキャスティクス高値圏ですので一度下落してからの上昇というこういうイメージを持っておくのがいいですね。もしこのまま直近の高値付近、このピンクのライン付近を上抜けてくると、そこからの押し目買いをしていく。今ですと結構高値圏にあるのがわかりますよね。なのでここから買っていくのはちょっと怖いかなと思います。もちろん現在高値圏なので上抜けてくればそれでいいんですが、上抜けられなければここから下落していくっていうことになるので、インジケーターを見ていても場所的にもやはり下落しやすいポイントですので、ここからのロングエントリーは注意が必要です。では4時間足です。先ほど引いたピンクのラインがこの辺りですよね。直近ずっと意識されている。ちょっと高値としてはバラバラなんですが、だいたいこの辺が意識されているというところ、196円付近ですね。196円から196円の手前ぐらいが意識されてます。昨日の高値が 195.7 付近ですので、だいたいその辺りが意識されているのがわかりますね。そして4時間足特徴的なのがストキャスティクスの動きです。これ結構ストキャスティクスが上下上下と綺麗に動いております。それに伴ってチャートも綺麗に動いているんですね。ということは、現在ストキャスティクス高値圏からデッドクロスしてきているので、チャートとしても下落しやすい、そういう地合いにあります。なので、このストキャスティクスの動きとともに本日は下落から始まっておりますので、この下落がどこまで続くのかっていうところを見ておくといいです。意識するのは直近の安値、この辺りですよね。194円付近までの下落は見ておいてもいいと思いますが、ちょうどその辺りは4時間足の GMMA があるので、下がってきたところは基本的に買われやすいと思っておいてください。今までずっと GMMA の青帯が意識されて、そこから反発上昇してきておりますので、そう考えると今回も下落してくると、その辺付近が意識されて、押し目買いが入りやすいと思っておくといいと思います。では1時間足です。1時間足は三角持ち合いになっておりました。そこを昨日上抜けて、そこからの上昇で直近の高値を捉えてきました。ただその直近の高値が抜けられずに本日は下落をしているところですね。なのでこの下落がどこまで続くのか、今ですとこの三角持ち合いのこのラインぐらい、この辺りまでの下落が考えられますし、先ほど言った4時間足の GMMA 付近までの下落もこの辺りになってきますので、その辺を見ておけるといいと思います。だいたい価格的には194円のミドルぐらいになってきますので、194円付近、この辺の安値も意識されてくると思いますが、今このライン上ですと 194.5 付近からの反発上昇も考えておきたい。もちろん、この黄色のラインを下抜けてくると、この辺、194円から193円ぐらいが意識されてくると思いますので、その辺までの下落も考えられますが、基本的には上昇トレンド中ですので、下がったところは買われやすくなります。4時間足の GMMA 上向きでしたよね。基本は下がったところは押し目買いが入ってくると思いますので、戻り売りをする場合は上がったところからですね。例えば昨日の高値、この辺り、195.6 付近まで上がってくれば、そこからの下落のイメージとか、逆にこのライン付近まで下がってくれば、そこからは押し目買いのイメージを持っておくといいかもしれません。今4時間足も1時間足も上昇トレンド中ですが、大枠ではこんな感じで上がったり下がったりと方向感のない動きをしておりますので、しっかりと水平線とかこういうラインですね、その辺まで引きつけるということが大切です。そして先ほど4時間足、ストキャスティクスは高値圏にありましたので、比較的大きな下落になる可能性は考えておいてください。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも昨日のローソク足は陽線ではあるんですが、直近の高値圏、ここですね、ここでずっと揉み合っているという、そんな感じですね。じりじりと高値を切り上げてはいるんですが、ほぼほぼ揉み合いの分かりにくい動き。ストキャスティクスはずっと高値圏に張り付いてまして、マクディはだんだんと弱くなってきてますね。そう考えると下落のタイミングはそろそろ近いのかなというところ。そして本日は下落から始まってますので、本日の下落がもしかすると日足の GMMA 付近までの下落になってくるかもしれませんので、そのあたりを見ておきたいですね。日
しとしてはインジケーターはいつ下落してもおかしくない状態にはあります。では次は4時間足です。こちらも4時間足は上昇トレンド中です。GMMA の青帯は上向き。ただ上昇の仕方が結構わかりにくいですよね。GMMA 付近までしっかりと押しをつけての反発ならいいんですけれども、中途半端なところから反発しているので、エントリーもすごくしにくくなってきております。そしてこの高値更新の仕方が徐々に緩やかになってきているっていう話をしてましたよね。だんだんとこう緩やかな上昇になってきてますので、ここからこうダラダラと下落していくっていうことも考えられます。それからストキャスティクス、ポンド円と同じく、現在高値圏からデッドクロスしてきておりますので、本日は下落から始まっております。が、4時間足の GMMA 上向きですので、このあたりですね、149円の手前ぐらいまで下がってくると GMMA に接触しますので、その辺付近からのまた反発上昇っていうところは考えておくといいと思います。逆に言うとそのあたりまで下落する可能性があるということです。まずはストキャスティクスのこの過熱感を解消に動いてほしいところですね。今までもそうですよね。ストキャスティクス高値圏に入ると比較的下落はしております。そう考えると今回も比較的このあたりまで下落してくる可能性ですね。過去のこのゴールデンクロスのところを見ていても比較的下落しておりますので、今回もその可能性は考えておくといいと思います。では1時間足です。1時間足現在地っていうのが直近の高値付近ですよね。この過去の高値、昨日もこの辺意識されてますよね。そこまで下落してきたってことは、そして GMMA にも接触、ストキャスティクスも安値圏。なのでそろそろ反発方向を見ておきたいですね。ここから反発できるのかどうかというところ。反発してきた場合は昨日の高値、このあたりですね。150円ぐらいがまた意識されてきそう。それからここを下抜けてくると、次の下落の目標がこのあたりになりますので、148円のミドルぐらい、その辺付近までの下落は考えておきたいですね。そうすると4時間足の GMMA がこの辺を走っているんですね。なので1時間足の GMMA で反発できなければ、次は4時間足の GMMA がこの辺にありますので、そこまで下がってくるだろうという、この値幅ですね。このくらいの値幅は下がってくる可能性があります。現在4時間足の GMMA は149円手前ぐらいでこの辺にありますので、やはりこのくらいの値幅、149円の手前 148.8 とか、そのあたりまでの下落幅があると思いますので、まずは1時間足の GMMA で反発上昇できるのか、できなければ4時間足の GMMA ぐらいまで下がってくるので、そこまで待ってそこからのこういう押し目買いですね。4時間足の GMMA に反発して上昇するっていう、そういう考え方を持っておくといいと思います。ただ、4時間足のストキャスティクスが先ほど言ったように、安値圏に入るぐらいまでは下落方向に動きやすいと思いますので、もしかするともうちょっと下落してくるかもしれないので、その場合はこの辺ですね、148円前半ぐらいまでの下落は考えておくといいかもしれません。なのでいつも言いますが、アラートを仕掛けておくですね。例えば現在地、そして昨日の高値、そしてこのあたりですね、148円のミドルから148円ぐらい。そしてそこまで下がってくれば、そこからは次押し目買いを検討するという、そういう考え方ですね。もちろん昨日の高値ぐらいまで上がってくれば、ここではダブルトップも意識されますので、その辺にアラートを仕掛けておいて、そこまで上がってくればダブルトップからの下落っていうところも考えられると思います。トレーディングビューをまだお使いでない方は、概要欄に URL を貼っております。無料登録でできますので、もし使いやすいチャートをお探しなら一度ご検討ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。